皆さんに一つ質問です。あの道端の片隅に立っているお地蔵さん、一体いつからそこにいると思いますか？実はあのお地蔵さん、日本生まれではありません。遥か遠いインドで生まれ、中国で姿を変え、そして海を越えて日本へたどり着いた異国から来た仏様なんです。でもここで一つ疑問が残ります。なぜ遠い国から来た仏様が日本の村々の教会に立ち続けているのでしょうか？なぜ亡くなった命を抱きしめる役割を担っているのか？そしてなぜ令和の今も私たちの暮らしのすぐそばにいるのか？お地蔵さんはただの守り神ではありません。あの世とこの世、日常と非日常、その間に立ち続ける教会の仏様なのです。今日は道端の小さな石像に込められた日本人の優しさの原型ともいえる物語を一緒にたどっていきましょう。この動画を見終えたとき、きっといつもの帰り道が少しだけ違って見えるはずです。皆さん、こんばんは、やしゃまるでございます。いつも歴史からのお便りチャンネルをご覧いただき、本当にありがとうございます。さて、今日はですね、道の片隅に当たり前のように立っているあのお地蔵さんについてお話をしてみたいなと思っております。正直に言いますと、これまで私はお地蔵さんを風景の一部として見ていました。そこにあって当然、特別深く考えることもなく、でも今回改めて調べてみたんですね。そしたら、お地蔵さんってなんて優しい存在なんだろうって私は本気で思ってしまったんです。それからというもの、帰り道の風景が少しだけ変わりました。道の角に立つ石像がただの石じゃなくて、何百年もの祈りを受け止めてきた存在に見えてきたんです。ちょっと大げさかもしれませんが、でもほんの少し世界の見え方が柔らかくなった、そんな感覚がありました。もしですね、今日のお話を最後まで聞いていただけたら、皆さんのいつもの帰り道も少しだけ違って見えるかもしれません。ここに立っている意味あったんだなぁと、そんな体験を今日は一緒に辿っていけたら嬉しいです。それでは第1章、お地蔵さんの正体からいってみましょう。第1章、お地蔵さんの正体、地面に降りてきた仏様。さて、まずはですね、お地蔵さんの正体について少しお話ししていきましょう。最初に一つだけお伝えさせてください。仏教というのはですね、とても長い時間をかけていろんな国を旅してきた教えです。なので、宗派や時代によって考え方も本当に様々です。これからお話しする内容はあくまで私なりに調べて感じたこと、一つの見方として気軽に聞いていただけたら嬉しいです。さて、お地蔵さんの正式な名前は地蔵菩薩と言います。ここで少しだけ大事なポイントがあります。よく仏様と一括りにしちゃいますが、実は仏と菩薩は少し立場が違うんですね。仏というのはすでに悟り切った完成形の存在、いわばゴールにたどり着いた方です。それに対して菩薩は悟りを目指しながら、自分だけ先に救われるのではなく、みんなと一緒に行きますと誓った存在。つまり人のそばにいることを選んだのが菩薩です。地蔵菩薩という名前にはすでにその姿勢が込められていたわけですね。そしてこの地蔵菩薩、もともとはインドで生まれました。クシティガルバ、大地の体内という意味を持つ存在だそうです。これが中国に伝わると、亡くなった人を救う性格が強まり、やがて日本にやってきます。そして日本で今の親しめやすいお姿へと落ち着いていった。私はそんな風に考えています。ここで私がいいなって思うポイントが2つあります。1つ目はそのお姿です。多くの仏様は豪華な冠をかぶったり、きらびやかな装飾を身につけています。でもお地蔵さんは頭を丸め、一枚の布をまとった僧侶の姿。とても質素ですよね。これ私はこう感じました。高いところから手を差し伸べるのではなく、私たちと同じ目線で同じ地面に立つ。だからこそあんなお姿なんじゃないかと。2つ目はですね、その役割です。地蔵菩薩は六道、天国から地獄まで全ての世界を自ら歩き回るとされています。特に有名なのが地獄にまで行くという点です。ここで出てくるのが大塾という考え方。苦しみを代わりに受けるという意味だそうです。
本来仏教の厳しい教えでは、自分の行いの結果は自分で受けるもの。でも愛する人が苦しんでいるとき、どうか変わってあげてくださいと願ってしまうのが人間ですよね。私はこの大軸という発想は教義というよりも人の祈りから生まれた物語ではないのかなと思っています。自分だけが悟るのではなく、苦しい場所にあえて残る。それが菩薩という存在であり、その代表格がお地蔵さんなのかななんて思っております。だからこそお地蔵さんは天井ではなく地面に立っている。私たちと同じ高さで黙ってそばにいてくれる。それが地蔵菩薩の正体なのだと私は感じています。第2章、なぜ教会に立つのか。辻に込められた祈り。さて、ここで一つ素朴な疑問が出てきます。なぜお地蔵さんはあえてあの道端に立っているのでしょうか。お寺の中でもなく、山の上でもなく、なぜあんな中途半端とも言える場所にいるのか。ここで出てくるのが辻という言葉です。今の私たちはあまり使いませんよね。でも昔の人は辻というのはとても特別な場所でした。辻というのは道と道が交わるところ。今で言えば交差点や分かれ道のことです。けれど昔の人にとっては単なる交通のポイントではありませんでした。村の中と外が交わる場所。人が行き交い、情報が行き交い、そして何が入ってくるかわからない場所。つまり辻は境目だったんですね。安心できる自分たちの世界と得体の知らない外の世界との境界。昔の人たちは病や災い、よくわからないものは外からこの境界を通って入ってくると考えていたんですね。だからこそ辻は少し怖い場所でもあったりするんです。でも同時に辻はつながる場所でもあります。人と人とが出会い、旅人が村に入り、新しい風が吹き込む場所。怖さと可能性が同時にある。私はここがとても面白いなと思いました。そしてもう一つ、教会というのは地理的なものだけではありません。この世とあの世の境目。昔の人は亡くなった魂もしばらくはこうした教会のあたりをさまようと考えていました。完全にあちらの世界に行く前に、いわば淡いの時間です。そんな不安定な場所にポツンと立っているのがお地蔵さん。ここに立ち寄っていいんだよ。休んでいきなさい。そんな風に言っているように私は見えてしまうんです。本来、教会というのは線を引くものです。ここから先を入るなと分けるもの。でも日本人はこの教会にお地蔵さんを置きました。排除するのではなく、そこに立って見守る。怖さを完全に消すのではなく、柔らかく受け止める。辻に立つお地蔵さんの姿は、日本人が選んだ教会の扱い方そのものかもしれません。分けるけど断ち切らない。その曖昧さの中に優しさがあったのだと私は感じています。第3章。日本人の守り方。教会を丸くする知恵。さて、ここまでお話ししてきて、もう一つ大切な存在が見えてきます。それが道祖神です。地域によってはお地蔵さんと並ぶように、あるいは少し離れた場所で同じように教会に立っている石の神様。この2つの存在、実は役割が少し違うんですよね。道祖神はいわば門番のような存在です。村の外から入ってくる悪いものをここから先は通さないとはっきり防ぐ。とても実務的で力強い守り方です。それに対してお地蔵さんはどうか。もし何かが入り込んでしまったとき、もし迷い込んだものがあったとき、ではここで受け止めましょうかと静かに立っている。私はお地蔵さんはクッションのような存在だなと思いました。衝突をそのままぶつけない。柔らかく吸収する。拒絶と許容。この2つが同じ境界に置かれているんです。これ、なかなかすごいことだと思いませんか？もし世界が拒む力だけだったら確かに安全かもしれません。でもそこには一度外に出た人が戻れない、息苦しい場所になってしまう。逆に包む力だけだったら優しいけど秩序は保てなくなるかもしれない。日本人はそのどちらかを選ぶのではなく、両方を同じ場所に置きました。外敵は防ぐ。けれど困っている人は見捨てない。この一見矛盾するような姿勢。私はここに日本人の和の感覚があるような気がするんです。和というのはただ仲良くすることだけではなくて、ぶつかる者同士をどう丸く収めるか。境界をハムのように尖らせるのではなく、
少し丸めておく。その知恵が老祖人とお地蔵さんという二重の守り方に現れているのではないでしょうか。だからこそお地蔵さんはただの石像じゃなくて村の隣人のように大切にされてきた。守るけど突き放さない。そのバランス感覚が何百年もあの辻に立ち続けているんだと私は思っています。第4章。なぜ今もお地蔵さんは残っているのか。さて、物語はいよいよ現代へとつながります。ここまでお話ししてきたのは昔の日本人の感覚でした。でも今は令和の時代です。科学も発達し、迷信と呼ばれることは整理され、合理的に説明できないものは静かに姿を消していく時代。それなのにですよ、お地蔵さんは消えていません。ビルとビルの間、住宅街の曲がり角、再開発で街並みが大きく変わっても、なぜかその場所だけは残されていたりします。あるいは小さな祠が新しく作られていたり、これ不思議だと思いませんか？現代人の多くは毎日熱心に仏教を学んでいるわけではないかもしれません。でも邪魔だから撤去しようとはあまり思わない。それどころか誰かがそっと前掛けを変え、誰かがさりげなく花を添える。そして大きな声では語らないけど、確かに誰かが守っている。私はここに日本人の面白さがあると思うんです。強く信じているわけでもない。でも粗末にもできない。そこにいてくれることがなんとなく安心。理屈ではなく感覚としての敬意。宗教という言葉を超えた、そこに宿る時間への眼差し。お地蔵さんは何も語りません。ただ立っている。でもそのただいるということがどれほど大きな意味を持つのか。もしかすると私たちは知らず知らずのうちに誰かが境界に立っている世界を選び続けているのかもしれません。排除だけではなく、無関心でもなく、静かにそばに置いておく。その感覚がお地蔵さんを今も街に残しているんだなぁなんて、私はそう感じました。最終章、エンディング。道端の石に宿る時間。さて、今日のお話もそろそろ終わりです。最後に一つだけ、もし皆さんがこの動画を見終わった後、ふと街角のお地蔵さんを見かけたら、ほんの一瞬でいいので、こう考えてみてください。このお地蔵さんはいつからここに立っているんだろうと。もしかしたら数十年、あるいは数百年、江戸の雨の日も、明治の強い風の日も、昭和の喧騒の中も、もしかしたらずっとそこに立っていたのかもしれません。その間にどれだけの人がこの前で足を止めたのでしょう。嬉しい報告をした人、誰にも言えない悩みを打ち明けた人、静かに手を合わせて涙をこぼした人。お地蔵さんは何も言いません。でも何百年分もの名もなき人たちの声を黙って受け止めてきた存在です。そう思うと、あの石像はただの石ではなく、時間そのものの塊のように見えてきませんか？祈りが積み重なり、思いが染み込み、優しさが風景になったもの。次に皆さんがその道の片隅を通るとき、ああ、ここには昔の人の祈りが残っているんだなぁと、ほんの少し想像してみてください。それだけでいつもの帰り道がほんの少し柔らかく見えるかもしれません。さて、本編のお話はここまでです。さて、ここからはいつものようにですね、今日の物語を振り返る AI ソングをお聴きいただきたいと思います。今回の台本の世界観をぎゅーっと詰め込んだ一曲です。教会に立つ祈りの時間を音でも感じていただけたら嬉しいです。そしてですね、今回はその後に、今回調べていく中で、どうしても本編には書ききれなかったけど、私の中でこれは面白いなと強く心に残ったお話があります。それを後書きラジオという形でゆっくりとお話しできたらなと思っております。テーマは前書きに隠れたもう一つの物語。本編よりも少しだけ感情に近いお話になるかもしれません。ちなみにメンバーシップではこうしたラジオ動画やヤシャマルが普段考えていることなどを配信しております。もしちょっとでも覗いてみようかなと思っていただけましたら、ふらっと立ち寄ってみてください。それではですね、こちらまずエンディングの方お聴きください。道の片隅、風に揺れる赤、誰も気づかぬふりで今日も立っている。遠い国から海を越えて、静かな祈りを連れてきた人。
の荒に名を持つ人、悟りの門を送らずにみんなと一緒にと残った影、同じ目線で地面に立った。きらびやかな冠もなく、ただ一枚の衣だけ。点ではなくここにいる理由を石の眼差しが語ってる。この世とあの世の淡いに灯る消えない小さなぬくもり。教会に立つ祈りを開けても断ち切らない光。迷い子の涙を抱いて黙ってそばにいる。仮に痛みを背負うように静かに地面を踏みしめて、何百年の声をただ受け止めている。辻はいつでも風の通り道、外と地とが交わる場所。怖さと希望がすれ違う時、そこにあなたは立っている。門番の髪が拒むなら、あなたはそっと包む人。拒絶と需要の間で丸く世界をなだめてる。涙も祈りも行き場をなくし、石に染み込んでゆく。教会に立つ祈りを消えない優しさの影。帰れぬ魂さえも静かに迎え入れる。強く信じなくてもいい、粗末にだけはできない存在。ただそこにいることが世界を柔らかくする。江戸雨も明治の風も昭和のざわめきも見つめてきた。名前も知らない誰かの願いが赤い前掛けに揺れている。教会に立つ祈りを今日も帰り道の角で人知れず時間を抱き、黙って立ち続ける。分けるけれど拒まない、その丸い心のままで私たちの世界をそっと見守っている。夕暮れの風、赤が揺れる。そこにあるのは石ではなく時間。はい、皆さん、エンディングソングいかがでしたでしょうか。ではですね、ここからは後書きラジオのお時間とさせていただきたいと思います。本編ではですね、教会というテーマでお話をさせていただきましたが、実はですね、今回どうしてもなんていうんですかね、心から離れなかったというような、そういったお話がありました。それがお地蔵さんの赤い前掛けについてです。ね、皆さんも見たことありますよね。少し色あせた赤い布。あれにはなんだか魔除けの意味があるとも言われているんですね。赤は古くから病や災いを遠ざける色とされてきたんです。でもですね、それだけではないんですね。日本人には賽の河原という民間の物語があります。親より先に亡くなってしまった子供たちが三途の川のほとりで石を積むという物語ですね。でも完成しそうになると鬼が来てですね、それを全て壊してしまうというね、鬼も意地悪なことをしますね。でもですね、その子供たちを抱きしめてもう大丈夫だよと守るのがお地蔵様だと語られているんですね。この物語自体は経典にあるわけでもなく、日本で生まれた民間の信仰です。でもですね、私はここに強い祈りを感じました。昔の日本ってやっぱりですね、子供が幼くして亡くなってしまうことが本当に多かったんです。親はどれほど悔しく、どれほど心細かったでしょう。せめて世で迷わないように、せめて寒くないように、そんな思いを込めて子供に着せてあげたかった前掛けをお地蔵さんにかけたと言われているんですね。どうかこの子を見つけてください。どうかこの子を抱きしめてあげてください。赤い布には何百年もの届かなかった親の愛が染み込んでいる。私はですね、そう思った時、道端のお地蔵さんの見え方がまた少し変わりました。
あの柔らかな表情は裁くための顔ではなく、泣いている子供を安心して近づける顔。ねえ、教会に立つ仏様というより、教会で待ってくれている存在みたいな、そんな風に感じたんですよね。本編でお話しした優しさは、もしかするとこの赤い舞掛けの中に一番凝縮されているのかななんて、そんな風に思いました。皆さんもですね、近くにお地蔵さんがいましたら、ぜひその舞掛けを少しだけ見てみてください。風に揺れる赤い布の向こうにですね、誰かの祈りの時間が重なっているのかななんて、そんな風に感じていただけたら嬉しいなと思います。ということでですね、この後書きラジオもそろそろこの辺りで、皆さんここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。皆さんの明日が少し柔らかな一日になりますように。それではまた次回の動画でお会いしましょう。やしゃまるでした。おやすみなさい。